皆さんこんにちは。おゆきチャンネルのおゆきと申します。今回の動画は強制移動のシステム解説です。いやー難しい。以前も解説動画を出しましたが、新情報が出たのと次の新キャラ、多分ですけどね、ウィーリー紹介の下準備として改めて強制移動システムをご紹介いたします。システムへの理解が深まれば先日の立案実行には必ず役に立つので、最後までご視聴いただければ幸いです。まずは基本システムと原理の説明です。アークナイツの強制移動は Unity によって実現されています。具体的には敵に重さを設定し、Unity に力や摩擦などを計算してもらってから移動させています。難しいですね。一方、敵ごとに重さや摩擦係数などを設定するのが面倒なので、開発はよりシンプルなモデルを作りました。なるほど。ではここからは、少し難しいんですが、より分かりやすく説明していきたいなと思います。1、敵の重さはすべて 1kg、摩擦係数も常に 0.5 で、重力加速度は標準の 9.81。そうです。どんな見た目をしてもみんな実は超軽いです。ここでクラウンスレイヤーさんは質問します。なぜ私だけが遠くまで飛ばされるの？強制移動のおもちゃと化したクラウンスレイヤーさんは、危機契約シーズン1では飛ばされない契約を交わしたそうです。2、敵に重さを、強制移動スキルに力を設定。その原因は Unity が作った力が違うからです。ここで言う重量指数と力度指数は物理とは全く関係なく、ゲームシステム上の設定だと思ってください。重量指数と力度指数に関しては以下の通りです。スキルの紹介だけを見ると分かりづらいので、表の数値で記憶することをお勧めします。すべての敵をまとめた表ではありませんが、この表を見ればなぜクラウンスレイヤーさんが標的になったのか一目瞭然です。3、力引く重さは移動指数。クラウンスレイヤーに免じて、これからは移動指数の単位を CS とします。例、F イーター S2、レベル10をクラウンスレイヤーに当てると、力3、引く重さ1は移動2、CS となります。わかりづらいなと思ってた方も、この表の、力と重さを、この式に当てはめていくと、移動指数は簡単にわかりますね。4、Unity が移動指数に基づいてパワーを出力し、敵を移動させる。ここからはしばらく高校の物理教室タイムに入るので、興味ある人は見てください。結論だけ見たい人は後半、動画説明欄に時間指定リンクがあるので、そこまで飛んでください。それでは補足条件です。ここからは少し長いです。1、スキルが命中した瞬間から敵は転倒状態に入り、静止状態になる。超高速ダッシュの敵も一瞬で止まります。2、Unity は計算上、押し出す力の持続時間を勝手に1秒としている。3、押し出そうとする方向とオペレーターの向きが45度以上ずれる場合や、オペレーターと目標の距離が 0.25 マス以下の場合、移動指数は自動的にマイナス 2CS される。引っ張る系は関係ありません。4、移動指数の上限は 3CS、下限はマイナス 3CS。それ以上のパワーが出ない。引っ張る場合は少々異なるので口述します。引き続き F イーターとクラウンスレイヤーに実演してもらいましょう。計算式ばかりになりますが、理解を深めたいドクターのために飛ばさずに解説したいと思います。まず、摩擦力は 0.5×9.81×1 は 4.905N です。次、重量も時間も1なので P=MV=FT により、押し出されたものの初速イコール力です。アークナイツの世界では。そして、摩擦力によって停止するまでクラウンスレイヤーさんは減速運動をするので、移動距離イコール 0.5× 押すパワーの2乗割る摩擦力となります。この摩擦力とか、P=MV=FT とかややこしいんで、もうそんなんは一切なしにしても CS が分かればいいんですよね。なので F イーターとクラウンスレイヤーの関係っていうのは 2CS ですね。表を見る限り。それを、この式に当てはめると、このようになって、
だいたい 2.863 移動距離ってことですね。これでほぼ3マス分飛ばせるということです。ここまでお分かりになりますでしょうか？じゃあ次行ってみましょう。でそこで、さらにアンジェの S3 で軽くするとします。クラウンスレイヤーさんの重量は0となり、移動指数は 3CS となりました。F イーターとアンジェの S3 で軽くなったクラウンスレイヤーの関係は 3CS となります。なので、オスパワーは 5.8 になります。ということで、式に当てはめると 3.42429 移動距離になるってことですね。3.42429 マスですね。私には聞こえてきました。止まるんじゃねえぞっていう声が。このように戦術を考える際にこの方法で強制移動の距離を計算するといい感じになります。例えば路面宿の殲滅作戦で下ルートの流れ物重量2を小で吹っ飛ばす予定だったら S1 レベル7の移動指数はマイナス 1CS、流れ物はこんな感じの式になって、約半マスしか動かずうまく落とせないということですね。ですがこの S1 をレベル10にするか S2 をレベル7にすることで移動指数は 0CS となり 0.5× って式があって、1.63 になって、処理できるようになるということです。5、引っ張る場合。引っ張る場合は押す場合と違ってめちゃくちゃ複雑です。まず移動指数がマイナス 3CS の場合、スキル強制終了となります。移動指数がマイナス 2CS の場合、0.5 秒の力を加えます。マイナス1または以上の場合、1秒の力を加えます。つまり、あまりにも重い敵を引っ張ろうとすると、一瞬でスキルが終わっちゃいますね。また、引っ張っている最中に、目標がブロックされると、スキルは即終了となるが、ブロックに入る前にオペレーターを撤退させると奇妙な事件が起こります。興味ある人は試してみてください。そして、引っ張る力はスキルが命中した時点で目標との距離を記録し、短くなればなるほど、衰退します。一応このような感じですね。わかる方のために一応書いておきます。と、設定されており、強いて公式で表すならば以下の謎公式になってしまいます。これ謎公式ですね、もうこれは。なので、比較的に多く使われる場面であろうレベル10の引っ張るスキル、力度指数1 vs、流れ物、重量指数2の表だけ上げます。横軸は最初の距離、縦軸は移動距離です。おおよそ3マス分の距離があれば約1マス引っ張れるという感じです。そして敵との距離が近ければ近いほど移動距離も短くなります。はい、それでは結論です。時間指定リンクでここまで飛んできた方、こんにちは。ということでね、結論を話していきたいと思います。前にあった力度指数から重量指数を引いて移動指数を手に入れれば上の表で押し出す系の移動距離、マスとそれにかかる時間、秒がわかります。引っ張る系は目標と3マス分の距離があれば約1マス引っ張れるけど、あんまり重い敵や距離が近い敵だと引っ張れません。という結論にあります。実戦のデータと合わねえぞっていう方もいるかもしれません。ユニティは強制移動を物理的に再現しているが、力の加減はフレームごとの計算となっており、終了にも 0.1 秒がかかるので誤差はつきものです。この動画は強制移動を戦術に組み込みたい人向けのもので、これ以上の細かい説明、細かい計算はいたしません。お役に立てれば幸いです。はい、参考リンクは説明欄に記載しております。天才を快諾してくれた作者の HJHK2583 に感謝いたします。より分かりやすくするためにテキストの順序であったり、翻訳内容ってものはね、結構変えております。それではこの動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。クラウンスレイヤー保護協会より